続いては、クラウドファンディングを実行した経験についてお話しいただきます。クラウドファンディング気になっている、もしくはやってみたいという方には非常に参考になるお話だと思います。はい。それでは、株式会社ポイズンゲームスちゃま様で、個人ゲーム開発でクラウドファンディングをしてみて良かったこと、悪かったことです。ちゃま様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。個人ゲーム開発でクラウドファンディングをしてみて、良かったこと、悪かったことという内容でお話しさせていただきます。はい。自己紹介します。株式会社ポイズンゲームスの取締役でちゃまと申します。本名は香川匠と申します。処女作のメックネストというゲームを個人で開発しております。現在、Steam ストアにて、アーリーアクセス中でございます。今回クラウドファンディングの経験について話すんですけれども、クラウドファンディング実施当時は、社会人経験なしのフリーランスので動画編集とかをしていました。はい。で、簡単に説明すると、メックネストというタイトルの、クラウドファンディングで75,000円の、支援を集めました。これが初めての、プロジェクトでした。で、その経験を生かして今度、ちょっとゲームとは離れるんですけれども、SNS 開発プロジェクトというので、120万円以上集めることができました。このことは、後ほど詳しく説明します。で、今回の概要こんな感じになっております。ゲーム開発におけるクラウドファンディングとはということで、どういうものなのかなっていうのを知らない人向けの簡単な説明いたします。で、ヒストリーをお話しします。どういう経緯でクラウドファンディングしたのかとか、どういう状況だったのかっていうのをちょっと知ってほしいなと思って、ちょっと長いんですけれども、自分語りさせていただきます。で、3つ目、本題となる、メリット、デメリットですね。どういう良かったことがあったのか、どういう悪かったことがあったのかっていうのと、次、結論を話します。で、最後に補足とかアドバイスですね。これからクラウドファンディングをやってみたいなって思う方向けの僕個人からのアドバイスとかをお伝えします。で、最後に、ちょっと宣伝だけさせていただきます。では、よろしくお願いします。ゲーム開発におけるクラウドファンディングとはということですね。まず、ゲームクリエイターとかが、ゲームクリエイターがですね、こんなゲームを作りたいんだっていうプロジェクトを、クラウドファンディングのプラットフォームに公開します。プロジェクトページを作るっていう作業をして、でそれでどういう理由で資金がいるのかというか、どういったリターンを出すよっていうのを、説明して約束して、ページを作ります。で、この、プロジェクトの代表のことをプロジェクトオーナーとかって言います。で、それを見た支援者たちですね、が、支援金を出したりします。このゲーム面白そうだなとか、思った人が支援金を出しまして、でそれに対してクリエイターは、リターンを出すという形で、ゲーム開発におけるクラウドファンディングが成り立っています。で、リターンについてどういうのが多いかっていうのを、説明しますと、まずエンドロールに名前を載せますよ、支援していただいた方のお名前出しますよっていうのが、これが結構安い、値段のリターン設定がされていたりします。で、実際にゲーム遊びたい人向けに、ゲームキーをお渡ししますよとか、ベータ版の早期アクセスの権利を、お渡ししますというゲームキーの、リターンも人気だったりします。で、3つ目にグッズですね。自分が、デザイナーとかで、だった時にゲームのキャラクターとか、の、自社 IP みたいな言い方するんですかね。自分が作ったキャラクターだったら、グッズとかに展開するのも結構人気だったりします。で、結構高額なリターンの一つとしてゲームに登場しますよとか、あなたの名前のキャラクターが登場しますとか、あなたが考えた名前のキャラクターが登場しますっていう、ゲームに、直接的に関与できる要素が強い、リターンがこういう感じで設定されていたりします。で、こういうのが結構高額なリターンで設定されていることが多いです。はい。で、ゲーム開発のクラウドファンディングがこういう感じで成り立っています。でよく、クラウドファンディングを知らない人に、聞くと、なんか募金集めるみたいなものでしょとかって言われる
パターンがあるんですけれども、全然そういう形ではなくて信頼とかで、お金とリターンが、巡り巡っているという感じです。はい。では次行きます。ではヒストリーお話しします。ちょっとゲーム開発始める前のこともちょっとだけ言わせてください。2014年に、大阪電気通信大学というところの、ゲーム学科に入学しました。で、在学中に動画編集のフリーランス業を始めました。で、次の年ですね、動画編集のフリーランスで結構その生活が食いつなげるなと思ったので、ちょっと大学はもうその時に辞めてしまいました。で、この2015年っていうのが、ソシャゲの黄金時代とかって言われていまして、iPhone が6とか 6S とかの時代だったんですけれども、パズドラとかモンスト、つむつむとかがすごく、人気で、大学とかの雰囲気とかもそういうソシャゲすごいな、みたいな感じで盛り上がっていて、まあ授業とかもそんな感じだったので、ちょっとその辺でコンシューマー作りたいなと思ってる自分にとっては、なんかやる気がそがれたのもあって、まあ動画編集で食っていけるかなって思ったので、とりあえずゲームクリエイターという道は一度挫折してやめました。で、4年間空きます。で、この間動画編集を続けていました。で、2019年の12月に、アンリアルエンジン4に出会いました。これがゲームクリエイターを始めたきっかけですね。フリーランスだったので結構暇だったんですね。自分の仕事がない時も結構多くて、そういう時間はずっと YouTube とか見てたんですけれども、その時に好きだった実況者さんの牛沢さんという方が、アンディ・フューテッドっていうゲームを実況されていたんですね。で、このゲームが、学生さん3人くらいで作った、学生作品ということで、すごく話題になって、ツイッターとかでも見まして、それで興味持ったんですね。学生3人でこんなすごいゲーム作れるんやと思いまして、3D で、街をビンビン飛び回ったりするんですけれども、すごいクオリティ高いすごいゲームやなって思って、で、このゲームのことを調べているときに、どうやら Unreal Engine 4というゲームエンジンがすごいらしいということを気づいて、この時から、Unreal Engine 4をいじり始めました。で、このタイミングが2019年の12月だったんですけれども、ちょうどコロナとかが発見されたタイミングでして、なんかコロナっていうのがあるらしいみたいな。で、それで、まあ自分にとってはちょっと不謹慎なんですけど、都合よくなんかその遊びに誘われるみたいなことがなくなって、家に引きこもってひたすら UE4 の勉強をしていました。で、そういう生活が4ヶ月ぐらい続きました。YouTube のチュートリアル動画とか公式オンラインラーニングっていうのを、ずっと漁っていました。はい。で、4ヶ月経ったくらいで、2020年4月ですね、自分が遊びたいと思う究極のゲームっていうイメージで、メックネストを開発始めました。で、1ヶ月くらい経った時にですね、とりあえず、まあ人に見せても大丈夫かなレベルのゲームになってきたので、動画なんですけど、動画で人に見せても大丈夫かなレベルのゲームになってきたんで、クラウドファンディングしてみようと思いました。キャンプファイヤーのプラットフォームを使いまして、メックネスト開発プロジェクトという名前で、クラウドファンディングを実施しました。目標金額が50万円のオールイン形式。このオールイン形式っていうのは後で説明します。で、初めてプレスリリースもこのタイミングで書きました。で、結果2ヶ月くらい募集しましてどうだったかと言いますと、26名の支援者様から7万と500円の支援いただきまして期間終了となりました。で、この時、プロジェクトの公開した時では、2020年末までにリターン配布終了を見込んでいました。ゲームを、まあ、アーリーアクセスとかで、完成させて、アーリーアクセスして、リターン配布終わるかなって見込んでいたんですけれども、結果は結構遅れて1年遅れぐらいでした。で、オールイン形式の説明をするんですけれども、クラウドファンディング大きく分けて2つ形式がありまして、オールイン形式とオールオアナッシング形式というのがあります。で、オールイン形式というのがどういうものかというと、目標金額が50万円
と仮に設定したときにですね、7万円集まりましたと。でその時にですね、7万円を受け取って、プロジェクトを実行してリターンも配布するよっていうのがオールイン形式で、逆に、7万円だったらゲーム完成させれないですっていう時とかですね。そういう時にオール・ア・ナッシング形式を使います。オール・ア・ナッシング形式は目標金額を設定したら、その目標金額に到達しなかった時は、プロジェクトを実行する義務がないという状況です。リターンも、実行しないで、いただいた支援金は返金するという形になります。はい。では次いきます。クラウドファンディングを終了して、半年くらい経ってしまって、結構なんかバグとかに悩まされて開発が遅れてしまいました。で、2021年2月ですね、もう今年に入るんですけれども、その今年の2月に、支援者様に体験版を配布し始めました。で、この時、まだ Steam のストアページができていなくて、どういう方法で配布したかっていうと、ギガファイル便で、パッケージングしたファイルをアップロードして、キャンプファイヤーのメッセージで、ここからダウンロードできますって感じでお渡ししました。結構無理やりな方法を使ったんですけれども、今思うと、Steam のストアページって結構簡単に作れるので、この段階で作っておけばよかったなという後悔はちょっとあります。なので、ゲーム開発している人は結構早めに、Steam のストアページとか、用意することをお勧めします。で、このタイミングで法人化の準備もし始めました。はい。で、この、体験版配布なんですけれども、何回かアップデートして再配布という形を何回かしています。次ですね、さっきお話しした、SNS 開発プロジェクトの話ですね。ちょっとゲームとはそれるんですけれども、MECNEST のクラウドファンディングの経験があるということで、協力をしました。Kickstarter というプラットフォームを使って、広告のない SNS ポイズン開発プロジェクトというプロジェクトを、やりました。で、それのサポートがメインですね。僕はプロジェクトオーナーではないです。2番目みたいなポジションでやりました。で、目標金額が1200万円のかなり大規模なプロジェクトだったんですけれども、これをオール・オア・ナッシング形式ですね。1200万円到達したら、これ作りますよっていう、感じで、やりました。で、結果どうだったかというと、30日前後の募集期間で、世界中から120万円の支援集まりました。ところが、目標金額は1200万円だったので、未到達なので受け取らずという形です。はい。キックスターターは、キックスターターというプラットフォームは結構海外向けで、なんか僕が調べたときは日本語の公式サポートはまだされてなかったんですね。で、オール・ア・ナッシング形式のみという、形でした。キャンプファイヤーは国内向けで、プロジェクトを作るときに、オール・ア・ナッシングと、オール・インと、選べる形で、どっちでもできるんですけれども、キックスターターは、僕が調べたときはオール・ア・ナッシングのみでした。はい。その辺のプラットフォーム選びとかも結構重要になってきます。で、今年の8月ですね、2021年8月、このポイズンの開発プロジェクトのオーナーだった藤井氏と、株式会社ポイズンゲームスを共同設立しました。会社設立はもともと考えていたことだったので、このポイズンプロジェクトの成功、失敗とは関係なく、会社立てようという話をしていたので設立しました。で、同じ月の8月にやっと、MECNEST の Steam ストアページを公開することができました。で、今年の10月ですね、MECNEST アーリーアクセスが開始できました。この時多数のゲームメディアさんに掲載していただきました。非常にありがたかったです。アーリーアクセス開始しますよっていうプレスリリースも出したんですけれども、オートマトンさんに関しては、僕らのプレスを出す前にもう記事を作ってくださっていました。Steam のストアページとか、あと僕とかの Twitter から情報を集めて、記事を作っていただいて、
それが非常に好評で、かなり、ウィッシュリスト数とかが伸びたり、YouTube に上げた、PV の再生数がかなり上がったりもしました。で、あと、フォーゲーマーさんなども掲載してくれました。で、先月の2021年11月にリターン配布は一旦完了となりました。あとは、メックネストの製品版をリリースするのみという感じですね。はい、ちょっと長かったんですけれども、ありがとうございました。で、本題の、クラウドファンディングやってみたメリット、デメリットお話しします。で、まず一つ目、金銭的支援をもらえました。当たり前なんですけれども、支援していただいたお金は非常に助かりました。で、2番目、3番目が結構重要だなと僕は思うんですけれども、2番目、温かい応援の声を多くもらえました。多くの人に期待されました。プロジェクトページを公開したときにですね、たくさんの人が反応をくれました。めちゃくちゃ面白そうなゲームですねとか、あと、完成するの楽しみです。頑張ってくださいとか、ゲームに関係ない、ゲームに興味ない人とかもですね、結構見てくれて、なんかゲーム作ってるらしい、ね、頑張ってね、みたいな感じで結構応援してもらいました。で、完成するの楽しみですとかって、期待されたのも結構大きかったですね。で、3つ目、締め切りに追われる感覚を得られた。これが非常に重要かなと僕は思っていまして、個人ゲームを作るのって別になんか締め切りがあるとか、完成絶対させなきゃいけないっていう義務感とかがなくて自由な感じ。それがメリットでもあるんですけれども、逆に、この日までに、リターン出しますとか、リターン出すのを目標にしてますとかいうことを自分で宣言することで、それによって、なんかその締め切りに追われる感覚っていうのを得られたのが非常にメリットかなと僕は思いました。で、4つ目、メディアに掲載されました。このメディアさん、どういうメディアだったかっていうんですけれども、産経デジタルさん、産経ビジネスさん、朝日新聞デジタルさんとかが、掲載してくれました。僕が想定してた感じ、プレスリリース出したときに、ゲームメディアさんが結構、クラウドファンディングした時の、その、記事を書いてくれると思っていたんですけど、結構、その自分の期待外れではあったんですけれども、結構ビジネス誌みたいな感じのところが載せてくださいました。多分なんですけれども、僕のネックネストのプロジェクトだと、支援してもすぐに体験版が遊べないっていう状況だったんですね。で、それがやっぱりなんかゲームメディアさんとかだと、見てすぐ遊べるみたいな状況の方が、やっぱ興味引くコンテンツなのかなというのが一つ印象です。なので、なんかクラウドファンディングやってる人がおるよみたいな感じで、ビジネス系のところが載せてくれたのかなと推測しています。で、5つ目、協力してくれる人が見つかりました。これはクラウドファンディングやったことで、自分のプロジェクトページをですね、やってる SNS 全部で、恥ずかしがらずに拡散することが大事なんですけれども、それをやったおかげで、大学時代の知り合いとかが連絡くれて、支援してくれて、で、なんかゲーム作ってるらしいやん、みたいな感じで連絡してくれて、で、支援していただいて非常にありがたかったんですけれども、そこからさらに、なんか協力できることないっていう連絡までくれて、で、実際に協力してもらいました。メックネストのタイトルロゴとかを協力してもらいました。その方には。で、そういうこともあって、クラウドファンディングやってよかったなっていうのが一つあります。で、6つ目。アーリーアクセス前からフィードバックがもらえたということで、アーリーアクセスって今、かなり、当たり前な、なんていうか手法になってきてはいるんですけれども、アーリーアクセスでリリースして、実際にレビューを書いてくれるとか、こういうところ、こうしてほしいみたいな要望とか、フィードバックをくれる人ってなかなかやっぱ少ないんですね。なんですが、クラウドファンディングして、体験版早期アクセスとかで配布すると、やっぱお金出して遊びたいって思ってる人が集まってきてくれるんで、やっぱ
積極的にフィードバックとかバグ報告とかをしてもらいました。まあ、個人でやっていたら、やっぱそういう友達とか、まあ、外注するとかもいろいろ選択肢はあるんですけれども、そういったことせずに、実際に遊びたいと思う人からフィードバックがもらえたのは非常に大きかったかなと思います。はい。で、次、デメリットをお話しします。で、デメリットなんですけれども、作業量が増えたと書いてるんですけども、書いてるんですけど、正直これだけなんですね。作業量が増えたの一言につきます、デメリットは。で、どういう作業が増えたかというと、まず下準備。で、この下準備で、どういうのがあるかというと、この4つ挙げてるんですけれども、クラウドファンディングは、下準備が8割とか下準備が9割って言われるんですね。で、結構大変な作業が多いです。で、1つ目、ゲームのクラファンの市場調査をします。皆さんゲーム作るときとかにですね、自分のゲームの企画を、似たゲームないかなとか、ライバルとなる作品ないかなとか、似たようなゲームないかなって、市場調査すると思うんですけれども、それと同じで、実際ゲームのクラファンどういうのあるんだろうとか、どういうプラットフォームあるんだろうって、どういうプロジェクトが成功してるんだろうっていう市場調査を結構頑張ってやりました。はい。で、次、企画をまとめ直すという作業ですね。個人でゲーム開発をしていて、企画書を作る派と作らない派も結構いると思うんですよ。自分の頭の中ではもうゲーム完成してるから、行き当たりばったりだけれども、面白そうな要素はどんどん追加して、面白いゲーム作っていくんだって方もいると思うんですけれども、クラウドファンディングするとなると、その企画を他の人に伝えて、面白そうなゲームだなと、感じてもらえるようにですね、伝えるための、技術が必要になってきて、その時にやっぱり企画がないと、まとめ直すっていう作業が必要になってきます。自分は企画はちゃんと、Google ドキュメントに結構書いただけではあったんですけれども、まとめてあったので、それを改変して、作ったので、そこまで、大変な労力にはなりませんでした。なんで、企画を作らないでゲーム開発始めた場合は、この作業が結構大変になってきます。で、次、PV 作成ですね。クラウドファンディングはかなり動画は重要で、絶対1本はいると思います。なので、ゲームのプロジェクトであれば必ずゲームの PV は必要だと思います。で、次、スクリーンショットですね。このゲームが面白そうだなって思える、タイミングとか、その場面のスクリーンショットをいっぱい撮って用意しないといけないです。これも一人で作ってるだけだったら別にいらない作業なんで、クラウドファンディングするとなるとかなり重要な、作業になってきます。例えば、アイテムが1000種類以上ありますよとかってアピールしたいときは、そういうアイテム一覧みたいなところの画像を用意したり、なんか、敵がたくさん種類いますみたいなアピールしたい場合は、そういうところを撮るとか、面白そうだなって思わせるための視覚的なスクリーンショットが非常に重要になってきます。で、この CD がその動画と画像なんですけれども、やっぱり、クラウドファンディングのプロジェクトページを、字だけでずらーっと書いても、全部こまめに読んでくれる方っていうのはかなり、少ないんですね。こういった、PV とかスクリーンショットで目を引いてから、興味が湧いて、その後に、ちゃんと文章を読んでくれるって流れになると思うんで、この PV、スクリーンショットっていうのはかなり重要になってきます。はい、次、2番目のプロジェクト掲載作業ですね。これは文章と画像です。で、この文章っていうのがちょっと厄介で、クラウドファンディング独特の書き方っていうのがあるんですね。例えば、今日、このインディーゲームスジャパンフェスで、たくさんの人登壇してるんですけれども、まず、
登壇内容のタイトル話して、自己紹介して、概要を話すみたいなパターンが多いじゃないですか。ところがですね、クラウドファンディングって見に来た人は最初に、プロジェクトの内容とか内容とかを知りたいんですね。なんで、結構特徴的な書き方があって、最初にプロジェクトの概要、で、その次、プロジェクトの詳細で、リターンが上に来ることもあるんですけれども、リターンがあったりして、このプロジェクトにこんだけの金額支援するとこういうのもらえますよっていうリターンとかがあって、その次とかに自己紹介が来たりするんですね。結構誰がやってるかっていうのは、なんか後から見せた方がいいみたいな多分書き方があって、プロジェクトの内容を書いて、見せて、興味を持ってくれた人が、じゃあどういう人がこのプロジェクトやってるんだろうっていうのを下に見ていって、その時に初めて自己紹介とか、このプロジェクトをどういう経緯でやることになったのかっていう、経緯とかが出てくると、その時にぐっと心を惹かれて、支援しようとかってなったりするんですね。っていう、その独特な書き方があるので、この辺もちょっと調べないと難しいところなのかなと思います。で、次に画像なんですけど、この画像っていうのはスクリーンショットとはまた別で、クラウドファンディングのプロジェクトページって結構見出し画像っていうのが、重要で、なんかフォントを大きくするとか、車体にするとかは、そのページ上でできるんですけれども、見出しの部分を装飾するって、例えばリターンドーンって、自己紹介ドーンってところ、その大きい見出し画像を自分で装飾するための画像を用意しないといけないっていうパターンが多くて、で、その作業はちょっとめんどくさかったですね。はい。で、3つ目、プレスリリースです。よっぽどフォロワーが多いとかでもない限り、そのプレスリリースってかなり重要になってくるかなと思います。やっぱり自分のツイッターとかで、拡散するだけでは、その、支援集めるための、拡散って結構足りないと思うんで、プレスリリースは結構重要になってくるかなと思います。自分はプレスリリース代行業者さんに、お金を出して、いろんなところにプレスを送ってもらいました。で、それでも作業は結構多いので、もし自分で一個一個送るとかっていう作業をするとなるとかなり大変かなと思います。で、4つ目、リターン作業ですね。これはリターンを決めるところから始まっていて、リターンを決める、で、プロジェクトが成功する。で、その後、そのリターンを配布するって作業も増えてくるんで、非常に重要でもあり、作業量も多い部分かなと思います。さっきお話ししたグッズですね。グッズ展開とかすると特にこのリターン作業っていうのはかなり負荷が大きいのかなと思います。自分はしてはないんですけれども、グッズの制作依頼みたいなサイトとかを使って、なんか簡単に用意はできるんですけれども、実際、お届けするっていう作業とかは結構めんどくさいことになるんじゃないかなと思います。はい。以上がデメリットでした。で、結論どうだったかっていうと、やってよかったですね、かなり。目標金額に全然達してはいないんですけれども、そのことを考慮してもやってよかったと言えます。で、クラウドファンディングやっていなかったら、メックネストのリリース、一応アーリーアクセスではあるんですけれども、リリースまでできなかったなと思います。ちょっと戻るんですけれども、この2番と3番ですね。やっぱり、自分でコツコツ開発してるときに、期待してくれてる人がいるとか、楽しみに待ってくれてるっていう人がいると、活力にもなりますし、何日までに体験版出しますとかって言ったときに、その締め切りに追われる感じで、頑張ろうっていうやる気が出てくるので、こういうメリットのおかげで頑張れたなっていうのがあるので、やってよかったなと思います。クラウドファンディングやっていなかった時のことをちょっと考えてみたら、やっぱり、もっと面白いゲームが途中で思いついてしまって、エターナルとかって言葉がよくあるんですけれども、永遠に個人制作のゲームが完成しないとかってよく聞くことがあるんですけれども、ゲーム作ってる途中に、もっと面白いゲームの企画が頭の中に
思い浮かんできてそっちの開発始めちゃうとか、まあ別のことをやってしまうとかっていう、まあなんか道をそれるような状況にならなかったのは、まあクラウドファンディングやったおかげかなと思います。はい、なのでやってよかったです。次お話しします。クラウドファンディングやってみたい方へという内容をお話しします。まあどうしても向き不向きはありまして、まあ有利不利っていうだけなんですけれども、まああくまで参考程度にお願いします。でフォロワー数や人脈が多い人は向いてるかなと思います。自分に関してはかなりフォロワーとかは人脈は少ない方かなと思ってます。メックネスト開発当初は300人でした。この300人ってのも、まあ、昔から使ってるツイッターアカウントで、別にインディーゲームをプレイするとかっていう人がなんかたくさんいるわけでもなく、まあ、昔からの知り合いとかがメインで300人でした。で、まあゲームをリリースして、現在はまあ700人ぐらいまでは増えてはいるんですけれども、それでもかなり少ないかなと思います。やっぱり、1000人、2000人とか、まあ、1万人とかフォロワーいた方が、まあ、支援は集まりやすいのは必然かなと思います。で、2つ目、バズりやすいゲームは向いてるかなと思います。まあ、万人受けするゲームで、なおかつ、まあ、バカゲーみたいな、まあ、別にバカにしてるわけではないんですけれども、なんかカジュアルで面白おかしい感じのゲームですね。で、まあ、ツイッターとかで10秒、20秒のなんかプロモーション動画が流れてきて、クスッと笑えるような動画ってやっぱりみんなリツイートしやすいので、そういうゲームってのは、まあ、拡散が早いのかなと思います。まあ、そうですね。次、3つ目。追い込まれないとやる気が出ない人っていう書き方をしてるんですけれども、締め切りの前、まあ、締め切りの話を何回もしてるんですけれども、締め切りの前にやる気が出る人っていうのはいると思うんですよね。自分がそうなんですけれども、まあ、学生の頃夏休みの宿題とか全然終わらせたことがなかったんですけれども、8月の20日とかに、なんか頑張らななとか、宿題やらななって思い始めるような人間だったんで、まあそういう追い込まれたタイミングでやる気がブワッと出てくる人っていうのは、まあクラウドファンディングやってみてもいいんじゃないかなと、そのやる気とかモチベーションがかなり重要になってくるのかなと思います。で、これちょっとかっこいい言い方ないかなって調べたんですけれども、能動的な責任感がある人とかって言うらしいですね。誰かに言われたからではなく、自らがやると決めたこと、発言したことに対して、しっかり責任を持つことです。クラウドファンディングのページを作って、全世界にですね、こんなゲーム作るんだって支援金、発言して、で、なおかつ支援金もいただいてってしたら、やっぱり、まあ、逃げ道がなくなるじゃないですか。やらなかったら裏切ったことになりますし、支援者さんを裏切ることになるし、まあ、嘘つき認定されてしまうわけですから、自分がやるって決めたことで、まあ、頑張れるっていうことがあると思います。はい。で、次、向いてないなって思う人ですね。金銭だけが目的の人。これは、向いてないです。向いてないです。資金が足りません、お金くださいって言っているくせにですね、金銭だけ目的だとやっぱり失敗はするかなと思います。クラウドファンディングのページとかを見ていて、なんか一人で1000万集めたんやとか、羨ましいなって思うことはあると思うんですけれども、まあ、それ見ただけで、じゃあ自分もやってみようとかって、なんか、って考えでやり始めると、まあ痛い目は見ると思います。なので、それ以外のこともちゃんと考えてやりましょう。で、次、個人情報を出したくない人ですね。まあ、個人情報を出した方が、必然的に、支援は集まりやすいと思います。で、どういう個人情報を出すかというと、本名と顔出しと、まあ、住んでる地域とかですね。まあ、自分は兵庫県で生まれ育ち、まあ、会社の住所も兵庫県なんですけれども、個人情報を晒すのは結構重要かなと思います。で、本名も晒しましょう。まあ、過去にものすごく悪いことをしたっていうわけでもない限り本名を出していいと思います。次、顔出しですね。まあ、顔出しといっても、クラウドファンディングのプラットフォームのプロフィールのアイコンを自分の顔にするとかだけでいいと思うんで、まあ、顔出しはしましょう。
太字で書いてあるのは理由があって、顔出しに関する、信頼感の強さっていうのが、日本と海外だと結構、違いがあって、まあ、日本だと結構顔出ししなくても信頼感が、なんか得られるような、時代ではあるんですけれども、結構海外だと、顔出しはかなり重要視されています。なんかツイッターとかで海外のクリエイターの方々の、ツイッターアカウント、まあ、あると思うんですけれども、結構自分の顔ドアップみたいな人多くないですか？あの、それと同じで、このプロジェクトで、まあ、お金いただいて、まあ、頑張りますっていう意思表明するのに、まあ、顔を出すのはかなり、まあ、信頼感得れる行動だと思います。はい。で、地域ですね。やっぱりクラウドファンディングは、地域と根強くっていう部分もちょっとあるので、面白そうなプロジェクトだなって思った時に、じゃあ1000円ぐらい支援しようかなって思った時に、地域を書いてて、まあ地元が一緒だったとか、この自分が支援する側だった時にですね、このプロジェクトオーナーが、なんか地元が一緒だったとかってなった時に、ちょっと多めに出そうかなとかって思うことがあると思うんですね。まあなので、出すことにメリットしかないと思います。まあ、兵庫県とか都道府県レベルまでは出していいかなと思います。はい。で、下準備は念入りにということで、自分が参考になったなと思うのを2つピックアップしました。1つ目、ディアシミュレーターの、作者様のノートですね。鹿のゲームのクラウドファンディングで行ったすべてのことというノートがあります。ディアシミュレーター、ごく普通の鹿のゲームっていう名前で、最近、まあ、スイッチ版とかが出たんですかね。まあ、かなり有名なタイトルではあるんですけれども、このプロジェクトが、確か、キャンプファイヤーで、800人支援者さんいて、800万円支援金が集まったのかな確か。で、まあ、個人制作でもあると。なんで、個人制作で、まあ、大成功したプロジェクトのオーナーさんが、この鹿のゲームのクラウドファンディングでどういうことを行ったかっていうのをノートにずらっと書いてくれています。で非常にありがたいノートで、無料で見れます。かなり長いんですけれども、無料で見れるので見る価値はあると思います。次、2つ目、中田敦彦の YouTube 大学クラウドファンディング1初心者でも成功できる鉄則という動画がありまして、オリエンタルラジオのあっちゃんかっこいいのあっちゃんですね。中田敦彦さんがですね、YouTube で、カメラに向かって一生懸命喋りながら、なんか役に立つことを教えてくれるチャンネルがあるんですけれども、そこで、クラウドファンディングについても、動画がありました。クラウドファンディング、丸1ってあるんで、冊子の言い方は気づくと思うんですけれども、丸2があって、前後編の、40分40分でかなり長いんですけれども、かなり役に立つ情報が詰まってます。まあ、ゲームのこととはちょっとそれてはいるんですけれども、クラウドファンディングとはっていうところから、まあ、成功するためにどういうことが重要かっていうのをお話ししてくれています。ためになります。この動画がですね、自分がメックネストの、クラウドファンディングやった後にアップロードされてた動画なんで、自分がやる前に見ておけばよかったなっていうのは非常に思ったので、ここで紹介させていただきました。ちょっとリンク貼ろうかな。ちょっとコメント欄にリンク貼ります。貼れるのかな？はい。はい。で、まあ、この2つもおすすめなんですけれども、まあ、それ以外も自分で調べながらやっていただきたいなと思います。で、最後に自分から、アドバイスといたしましては、リリース経験がある方、ない方あると思うんですね、ゲームの。で、リリース経験がない方は、まあ、今すぐ準備始めてもいいのかなと思います。自分がそうだったので、リリース経験ない状態でもうクラウドファンディングしてしまって、まあ、ゲーム作るんだって意思表明して、まあ、そこから
お尻に火がついたような状態で頑張れると思うんで、おすすめではあります。で、リリース経験がある方に対しておすすめするなら、ストアページがある状態で、なおかつ体験版プレイできる状態で、クラウドファンディング立ち上げるのがベターかなと思います。まあ、例えばゲームが、本体が2000円ぐらいで売りたいなって思ってるときに、まあ、2000円支援したらすぐ体験版遊べますよみたいな状況だと、まあ、結構支援しやすいのかなと思います。はい。で、スライドの内容は以上となりまして、最後に宣伝させていただきます。まあ僕で良ければ、まあ僕とその社長の藤井氏で良ければクラファンのコンサルサポートとかもやっていこうと思っております。なので、まだホームページ準備段階なので、ツイッターとかメールでのご相談になるんですけれども、連絡先がこんな感じになっております。お気軽にご連絡くださればなと思います。で、メックネストの紹介させてください。この放送の最後に多分 PV が流れるんですけれども、ログライク TPS ゲームメックネストというのを個人で開発しておりまして、Steam でアーリーアクセス実施中でございます。ゲーム開発者の皆さんまあ知ってるかなと思うんですけれども、ウィッシュリストを入れるだけでもぜひお願いします。あわよくば購入してはいただきたいですけれども、ウィッシュリストポチってお願いします。で、このメックネストなんですけれども、自分は C++ まだ勉強してなくて、ブループリントっていう、そのノードベースプログラミングですね。ノードベースのプログラミングだけで作ったので、もし今見ている方の中で、プログラミングにかなり、苦手意識がある方とかは、このゲームの、まあ、PV 見るなり、そのゲーム遊んでいただくなりして、このくらいのゲームが、ブループリント100% で作れるんだなっていう参考になれば幸いだなと思ってます。なのでよろしくお願いいたします。で、個人のツイッターがこの下です。まあ、ゲーム開発以外のこともベラベラ書いてるので、まあ、僕個人に興味がある人はよかったらフォローお願いします。はい。では、私の登壇内容は以上となります。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答ですが、ありがとうございましたすでにコメントで来ていますので、メディアの掲載依頼が来たのはメールですか、それとも SNS ですかということですが。掲載依頼ですか？それはもう、全然確認とかなし勝手にしていただいてます。別に確認等はなかったので、まあ、オートマトンさんの話にはなるんですけれども、自分の、Steam ストアページですね。Steam ストアページと僕の Twitter から集めたであろう情報を、まあ、掲載していただきました。はい。特に確認とかは全くなかったです。個人的な連絡とかもなかったです。はい。ありがとうございます。まあ、インディーゲームで、まあ、まとめてなんですけど、インディーゲームでクラウドファンディング成功させるためって考えると、やっぱ何が一番大事だと思いますか？何が一番大事？難しいですね。プロモーションなんですかね。なんか聞いてる感じ、拡散する体面白験版遊そうだなっべるっていうのはていう。結構大きいのかなと思ったんですけど。そうですね。体験版遊べる状態から、プロジェクトスタートさせた方が、まあ、いいでしょうね。ページを見ていただいた方が、面白そうやなって思っていただいたとしても、まあ、まだ全然できてないんか、遊べないのかってなったら、まあ、そのうちまた見るかもと思って閉じちゃう可能性が高いので、やっぱ支援したらすぐ遊べるって状況は強いですね。はい。メックネスト今、アーリーアクセス中になってますが、今、どんな状態ですか？評判とか。評判ですか？まあ、思ってた、想定していた、というか目標にしていた本数は売れました。まあ、他のゲームさんに比べたら全然売れてはないんですけれども、目標、まあ、諸女作で、まあ、一人で作ったゲーム
で、まあ結構価格高めに設定しちゃったんで、まあそんなに売れないだろうという算段はあったんですけれども、まあ目標は達成してます。あ、確かにそうですね。価格2570円でしたっけ？うん、そうなんですね。結構自分でもなんか決めた理高いなとは由とかってあり思っては、ますか？そうですね。うーん、あの、リターン、クラウドファンディングのリターンで、2000円支援したら、ゲーム本体、まあ、ゲームキーと早期アクセスと、まあ、製品版の、ゲームキーをお渡しするというリターンを設定したんですけれども、まあ、それより定価が安くなるっていうのは、キャンプファイヤーとかだと、その規約違反になるはずなんですね。2000円でゲームの本体が、支援したときもらえるって状況で、例えば1500円でストアに定価で置いてしまうと、それは多分良くないし、まあ、反感は買うと思いますね。普通に、その初期の段階で支援した自分、支援者側からしたら、初期の段階から支援してるのになんで定価もっと安く遊べるねんってなると思うんで、まあ、その辺は、最初の値段決定はかなり重要ですね。定価2000円くらいで売りたいなって思うのであれば、まあ、2000円よりちょっと少ない金額のリターン設定をし始めないといけないかなと思います。と、あと一個、まあ値段高い理由としては、まあインディーゲーム業界とその日本の市場的に値段が全体的に安すぎるかなって自分が思っていて、めっちゃ面白いゲームやのに500円とか、なんかすごいクオリティ高いのに、まあ800円とかっていうゲームがたくさん多すぎるかなと思って、なんかもうちょっとみんなで、クリエイターが食っていけるような値段に設定していきたいなっていうのは個人的な意見としてはちょっとあります。なのでちょっと高いかなって。まあどんどんセールは参加してはいくんですけれども、今はちょっと高い段階ですね。はい、ありがとうございます。質問がいくつか来ていて、クラファはい。ン1200万円の目標金額設定は何か意図があったのでしょうか？これはでも1200別の万円やつですかね。のプロジェクトは、そうですね、ゲームとは関係ない方なんですけれども、まあこれは、いろいろ調べていたら、まあそんぐらいかかるなっていう、ちゃんと、なんか見積もりとかを外注の見積もりとかを取った結果、1200万円ってなったので、まあ、それがないと、まあ、そのプロジェクトは成功しなかったということで、1200万円の設定でした。はい。あとは、リターンを設定する際に気をつけたことはありますか？そうですね。やっぱさっきもお話しした、本体価格との値段のバランスですね。あの、製品版出した時に定価が、まあ、2500円くらいにしようと思っているなら、まあ、リターンの場合はそれより安くしないといけないとかってなります。なので、リターンは2000円で設定するとかっていう金額設定が、まあ、重要になってきます。そういうところは気をつけました。もう一つ最後、あと、ちょっとすいません。オールインですね。はい、どうぞ。すいません。ちょっと補足なんですけれども、リターンの金額はかなり幅広く用意しないといけなくて、まあ、キャンプファイヤーだと最低が500円からで、支援ができるっていう形だったと思うんですけれども、その500円もから、すごく超高額なリターンも用意しないといけなくて、なんていうか、機械損失になるんですね。例えば5000円くらい支援できるって人が見てくれていたとして、まあ、本体2000円で次の、リターンがなんか、あなたの考えたキャラクターの名前が採用されますみたいなのが、まあ、例えば1万円だったとして、じゃあその5000円出せるって方は、その2000円のコースを支援することになってしまうんですね。なので結構上から下まで結構幅広く金額設定してリターンをたくさん用意するっていうのが重要になってきます。はい。すみません。補足で長くなってしまいました。ありがとうございます。
最後にオールイン形式をメックネストの、クラウドファンディングで選んだ決め手はありますかということです。そうですね。キャンプファイヤー選べるっていうのをお話ししたんですけれども、やっぱり自分の中で絶対完成させようっていう気持ちはあったので、だったらオールインかなっていう選択でしたね。まあ、もし支援金がどうしてもなかったりとか、その集まらなかった時に、まあ自分の生活がどうも苦しくてとかで、まあプロジェクトが成功しないっていう判断があるなら、まあオールワナッシングにすると思うんですけれども、自分はもう絶対完成させるつもりで、まあ始めていたので、オールインで決定しました。はい。はい。ありがとうございます。では、ちょっとお時間になりましたので、質疑応答以上とさせていただきます。ちゃま様ありがとうございました。はい。自己資金だけで、細々と開発をするっていうのは、まあ今多いと思うんですけども、クラウドファンディングのように外部で、投資資金を集めて開発するという面においては、日本はまだまだやっぱ遅れていると思います。こうやってクラウドファンディングに挑戦されたお話っていうのはすごく参考になりました。改めてちゃま様ありがとうございました。